はいどうも皆さんこんにちは。ネット建築塾の YouTube 教室へようこそ。管理人の慎太郎です。今回は平行に力を分解する方法、その作図方法を解説していきたいと思います。よければ最後まで見ていってください。これまでは平行な力を合成して合力を出すというやり方を、解説してきました。作図方法と、計算方法をですね解説してきましたが、今回はその逆、合成ではなく分解をしていきます。この分解をするにあたっても、まずは平行に力を合成する方法、また視力図と連力図の書き方というのをしっかりと理解していないといけません。右上の I ボタンにそれについてまとめた動画ありますので、ぜひそちらの動画まだ見ておられない方は、見てみてください。では早速平行に力を分解するやり方解説していきたいと思います。はい、例題から考えていきましょう。例題です。上の図の合力 R をそれぞれの力の作用線上に分解しなさいということで、はい、R12 ニュートンに平行な2つの線 A 線と B 線が書かれています。この作用線上に力を分解していきたいと思います。では解説です。図式解法です。まずやり方の1つ目ですけれども、 R を同じ大きさのまま回答欄の別のところに平行移動し視力図を書きますということで、はい、これから視力図を書いていきます。その視力図を書く上で大事なのは、ここの O 点2の場所に極点を取るということです。本当にこれは好きな場所で大丈夫なので、まずは点 O を決めましょう。そうしたら次に手順2です。はい、ちょっとアップしました。極点から平行移動した R の両端 A と B に線、はい、曲線と言いましたね。曲線を引き、その曲線には番号をつけておきましょう。この視力図に書く線のことを曲線と言います。はい、今回は丸1と丸2を書きました。では手順3です。そしたらその曲線を回答に合力のところで交わるように平行移動します。はい、連力図に書かれている線は連力線と言いますとあります。今向かって右側が視力図、そして向かって左側が連力図という形になっています。視力図で書かれている線を曲線、そしてそれを連力図に持ってくると連力線という風に名前が変わりますので、しっかりとそこも理解しておきましょう。さてこの平行移動ですけれども、イメージとしてはこんな感じです。この曲線と丸1と丸2が、はい、この合力のところで交わるように平行移動するという、はい、こういう感じです。こういう風に平行移動をしましょう。そしたら手順4です。連力線とこの分力の作用線の交点、S と T と勝手に決めますけれども、そこの間に直線連力線 ③ を引きますということで、はい、③の線が1本増えていると思います。そうしたらまたこれを視力図に戻します。手順4、先ほど引いた連力線を極点を通るように平行移動します。視力図の方に平行移動します。はい、イメージとしてはこの線をこのまま、はい、O 点を通るように平行移動させるという感じです。はい、ややこしくなってきましたね。大丈夫です。もうすぐ終わりです。手順6、先ほど引いた線と R との交点を C 点とします。そしてこの AC そして CB がそれぞれの分力の大きさということになるんです。はい、赤い合力の隣、左の隣に矢印を2つ書いてありますけど、これがそれぞれ分力の大きさを表しています。これで分力の大きさが分かりました。あとはこれを回答のところに戻していきましょう。はい、曲線 ① と ③ に挟まれている力、これに挟まれている力を連力線 ① と ③ の交点、はい、これがここですねに平行移動させますということです。はい、これは大事なところですのでもう一度説明しますね。視力図で曲線に挟まれている力、
はい、そちらを連力図で連力線が交わっているところに平行移動させるということです。ということでよろしいでしょうか。はい。では最後ですね。逆の方に CB を引きますということですけれども、これも先ほどと同じ言い方をするのであれば、視力図で ② と ③ に挟まれている力を、はい、連力図で連力線 ② と ③ の交点に持っていくというイメージをしてください。そうするとこの分力はどっち側につくんだろうと悩むことがなくなると思います。ぜひこの考え方を頭に染み込ませましょう。ということで答えはこのようになります。はい。いかがだったでしょうか。平行に力を分解する方法、作図方法を解説してきました。少し手順が多くてややこしいところもあったんですけれども、視力図と連力図、それを理解していると問題も簡単に解くことができます。ぜひその図をよく理解するようにしておきましょう。次回は平行に力を分解する方法、その計算方法を解説していきたいと思います。次回もバリニオンの定理という定理を使いますので、ぜひそちらをまずはマスターしておきましょう。右上の i ボタンからその動画を見ることができます。バリニオンの定理、大事な定理ですので、はい、しっかりと理解しておいてください。この動画はウェブサイトネット建築塾の記事をもとに作成されています。ぜひそのサイトもご覧ください。質問がありましたら Twitter、またここのコメント欄でも受け付けています。ぜひコメントどしどしください。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。